泰国选手实力太恐怖，只用了1年时间就血洗了日本拳坛。不管是日本拳坛擂主还是日本世界冠军，在他面前通通撑不过1回合，被打得半死不活。只需1年就称霸日本拳坛的泰国选手叫龚纳帕。自从称霸了日本拳坛，龚纳帕就被誉为了泰拳大魔神。看来龚纳帕在日本的威望比本土的武尊还要高。将日本拳王打了个遍的龚纳帕，则是看上了威瑞的金腰带。这条金腰带最能证明龚纳帕在日本的实力，同时也能向世人表明自己在日本的统治力。然而魏瑞可是一位大名鼎鼎的搏击高手，别想从魏瑞手中掠夺走任何东西。魏瑞为了这条金腰带也是煞费苦心，岂会轻易将金腰带拱手让人？话就不多说了，请长按3秒点赞。比赛开始，就算龚纳帕称霸了日本拳坛，那也无法阻挡魏瑞抢走金腰带。俩人一上来就剑拔弩张，火星四溅，这一现象足以证明这条金腰带的重要性。如不重要，俩人也不会回合一开始就直接针锋相对。在龚纳帕面前，魏瑞像是一个初入日本拳坛的小伙子，可偏偏这么一个不起眼的小伙子抢走了龚纳帕遥不可及的金腰带，那是因为龚纳帕没有资格挑战世界第一。魏瑞在中国的排名可以直接跳过世界排名，直接挑战。出さない。と思いますね。ゴンナパがワンマッチで負けない自信があるって言ってたと同じように多分ウェイリーもワンマッチ用に練習たくさんしてると思うんですよ。でしょうね。はい。いや確かにそうですね。関根さん、いろいろ条件はトーナメントタイトルマッチで変わりますけれども、夢の対決ですね。ゴンナパサウスポーですね。あ、サウスポーに構えてそうですね。はい、サウスポーで構えています。ウェイルイ、ローキック、それでも負けないというような軌道。ミドルキックバチンと。いや、久松さん、思わず声聞こえましたが、すごいですね。バチンって音が響きます。右。なんかムエタイの試合見てるみたいですね。確かに。ウェイリーあれですね、さばくっていうよりも自分から、はい、なんか言ってますね。そうですね。前に出て、返してウェイルイ。魏瑞的进攻攻势极具有针对性，一连串的组合进攻打得龚纳帕节节败退。不知道龚纳帕是战术性撤退还是真畏惧魏瑞，毕竟龚纳帕是泰国最具有天赋的泰拳手之一，而且还用最短的时间称霸了日本拳坛。所以说龚纳帕对擂台拥有一定的統治能力。ウェイルイといえばもうこれ攻撃食らわないイメージありますね。それがね、やっぱり今日はね、俺は攻めても強いんだぞっていうのをね、見せつけているような、怖いウェイルイが出てきましたね。チャンピオンになってまた一味違う引き出し開けましたね。全くムエタイっていうのを何とも思ってないですね、ウェイルイは。ウェイルイのローキックも結構効いたんじゃないですか、今。ローキックのゴンナパーに対して、いや、これですね。足をちょっとトントンとさせるような。被击倒的龚纳帕根本逃脱不了被读秒的命运。这一次读秒也为魏瑞获胜奠定了基础。在绝对的实力面前，任何花里花哨都是无用功。在魏瑞眼中，虽然龚纳帕比较厉害，在泰国也获得了很多荣誉奖项，但魏瑞丝毫没有畏惧之意。まだ25秒あります、ウェイルイ。一つダウンを奪っています。一気にこれ決めてしまうか。ゴンナパーも左の。それでも足元。蹴り合いでも勝ってますよ、ウェイルイの方が。上ですね。さらに右。そして冷静沈着。左のロー、関節のあたり蹴っていきます。二段蹴り。なんかゴンナパーがちっちゃく見えますね。確かに。力強いゴンナパー。背中が少し小さく丸まって見えます。第1ラウンド終了です。いや、そして関根さん、息乱れてませんね、ウェイルイ。びっくりですね。ウェイルイ、こんな攻撃的な戦い方もできるっていう。いや、驚きましたね。ちょっとこういう彼自身はトーナメントでは見せませんでしたよね。そうですよね。いや、改めてスローでご覧いただきます。右の膝が2段ですよ。すごいね。わあ、顎まともに捉えました。しかしやっぱりゴンナパー立ってくんですね。そうですね。頑丈ですね。これボクシングの八重樫選手と井上尚弥選手も清水選手ですね。3人でボクシング界のスターたちも見つめています。さてセコンドアウト第2ラウンドです。第2回合开始了，龚纳帕的进攻攻势并没有被读秒所影响，反观魏瑞也没有因为获得大比分优势而对龚纳帕发起大举进攻，
发起的全部进攻都在自己可控范围之内，连续的拳脚进攻也是让龚纳帕有点难以招架。别看龚纳帕称霸了日本拳坛，要是给威瑞足够的时间，威瑞照样可以称霸日本擂台，只不过没有那个必要，拿到自己想要的就可以了。人要做到知足常乐。選手はもうなんか圧倒してますよ。そうですね。打って離れて自由自在。そしてサイドキックもしっかり距離を取る。当たりません。いや、前回の大会ではその実況中幻影と戦っているようななんていう表現がありましたが、また違ったウェイ・ルイ、攻撃力というスキル見せつけています。左のゴンナパーも放っていく。マサトさん、今間合いなどどうですか？ちょっといい感じ。でもまだこのウェイルちょっと効いたのかなと。左はいいや、もうゴンナパ愚直にもうローでしょ。そうですね。不能忍辱负重的龚纳帕一直在寻找进攻机会，无时无刻都在对魏瑞发起主动进攻。可惜魏瑞的防守反击太过精湛，只要龚纳帕敢发起主动进攻，那么魏瑞一定会对龚纳帕发起针对性反击。一来二去，心急如焚的龚纳帕劣勢将会越来越大。いや、関根さん、ちょっとこれギア下がりませんね。これはもう、プロの試合ですよね。プロ中のタイトルマッチだな。左ストレート。右の使い方も絶妙にうまいですよ。この足、これが足を使うってことなんですよ。でもどうだかちょっと嫌。見切ってますね。パンチから膝へ。右ミドルはゴンナパー。ゴンナパーも頑張ってるな。ゴンナパーも意地を出して。いや、気持ちもこれ相当ですね。あとウェイルの右のジャブですか。絶妙なタイミングで入ってますよ。右ジャブ。これ止まるんですよね。威瑞打出的拳脚进攻虽然力度不是很大，但足以起到压制对手的效果，而且还可以让龚纳帕知难而退。反观龚纳帕此时不但畏惧魏瑞，而且还不敢对魏瑞发起主动进攻。时间正在1分1秒流逝，龚纳帕的优势也在慢慢流失。ゴンナパーも気持ち強いからもう相打ちでもいいって感じですよね。そうですね。関根さん、ちょっとゴンナパーで打ち込んでいきます。いや、ウェイも気が気強いですね。お互いそうです。すごい。第2ラウンド終了。笑顔でグローブを合わせました。一流の選手で気の弱い選手いないですからね。いや、これこそ5ラウンド見たいですよね。見たいですね。そうですね。いや、面白いな、この攻防。いや、チャンピオンウェイ・ルイ、ゴンナパー・ウィラサクレックチャレンジャー。でも第1ラウンドダウン取ってますからね。そうですね。ゴンナパーは1個はダウン取り返したいところですけどね。ちょっと盛り返しましたよね。そうですね。得意なロー中心に。でもまだなんかウェイ・ルイの底が見えてないような気がしますよね。そうですか。まだウェイ・ルイ焦ってないですよね。焦ってないですね。すごい落ち着いてますよね。そしてちょっとこう宙を見上げるようにしてリラックスする表情です。中野さん、恐ろしい男ですね。そうですね。2人ともそうですよね。愚直なまでにというゴンナパー。そしてやはり完璧に強かったウェイ・ルイ。第3回合开始了，龚纳帕已经意识到了事情的危险，开始对魏瑞发起猛打猛冲。就算如此，魏瑞依然不给龚纳帕任何反击的机会。不过龚纳帕所打出的拳脚进攻也是具有十分的压制性，然而这些进攻根本对魏瑞产生不了威胁。持ってると思いますよ。多分アドレナリンサイドキック。そうですね。楽しんでますよ。ガードも下げてますね。自信があるんですよね。いや、関根さん、どこをこれからさらに楽しみにされてますか？いや、もう激しい打ち合いを見たい。さだ、それだけ。ゴンナパー前に出てきますね。もう完全にウェイ・ルイが来てるような。右に当たる。これ倒してほしいですね。倒れる姿みたいな。一瞬棒立ちになりました。中村さんも一発じゃないんですよね。そうですね。ゴンナパーも
本当に大魔神なりに前に出続けてますよ。仁王立ち。男前な試合してますよ。深陷劣势的龚纳帕只能对魏睿发起主动进攻，其他别无他法。不过魏睿也是做出了相应的防守动作，尽量不给龚纳帕实施太多主动进攻的机会。龚纳帕的拼尽全力，足以证明这条金腰带的威慑力。谁拥有它，谁就可以在日本轻量级横行霸道。キロキッ蹴りますからね。すごい気持ちの強さが。赤いムエタイ大魔神。ちょっとウェイのパンチに力がなくなってますね。これ気になりますね。ちょっと踏ん張れなのかな。至近距離。足を止めての試合、ローキックはゴンナパー。ちょっと体が立っちゃってますよね。それでもウェイルイは右。さらにボディ打ちから左。アリアッパー。間もなく残りが1分になろうとしています。ど根性のゴンナパー、飛び膝ウェイルイ。いくらこれ引き出しがあるのか。ちょっとスタミナも切れてきたかな。ボディ、ここに来て腹へ。ちょっとウェイが止まってきましたね。それでも左フックから右フックへ。龚纳帕打出的拳脚进攻依然拥有一击致命，但魏睿则是采取了防守式战术，尽量将点数控制在自己这一方。这一现象就给龚纳帕增加了很多难题，不仅攻不进去魏睿的防守，就连最基本的互换拳脚，魏睿都避而不打。いや、中国の新チャンピオンを追い詰める下がりながらのパンチは。でもうまいな。ウェイルイ。首ひねって避けてますからね。そうですね。致命打にはなってないですからね。インローにもパンチで左入れ。さらに左。戦いを楽しんだそのゾーンに入ったままに。すごい。ハコネヘムス試合終了。強いな、ウェイルイ。比赛结束了，魏睿与龚纳帕打满了比赛回合。在日本拳坛是没有加时赛的，金腰带对抗赛也是3回合。在国内争夺金腰带的话要打5回合，所以日本拳坛可以保证赛事的公平，但不能保证裁判的公平。不过这个赛事是日本最顶尖的赛事，一般情况下是不会出现误判的状况。これまでのこのリング上の格闘技の歴史なども、人気ファイターなども。最终魏睿获得了比赛胜利，成功将金腰带带回了中国。经此一战，龚纳帕在日本拳坛的威望大大降低，所以很多日本人都认识魏睿，就是不认识这个已经过时的龚纳帕。大家感觉魏睿打得好的话，请多多点赞，让更多人看到魏睿的硬气。